はい、こんにちは。今回はインクスケープを使って好きな写真をイラスト化する方法を紹介したいと思います。今回使用する写真はこれです。ミニチュアダックスです。この写真をイラストにしていきたいと思います。動画では Mac を使用しています。他の OS の方とは少し操作方法に違いがあるかもしれませんが、違いについてはコメント欄で補足していきたいと思います。ちなみに使用する MacOS はタホ26、インクスケープのバージョンは 1.4.2 を使っています。新規ファイルを開いた状態です。ページサイズは A4 にしていますが、好みのサイズで構いません。ページ設定をはじめ、インクスケープの基本的な操作方法は、第1回目のはじめましてのインクスケープという動画で紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。では、写真をドラッグ&ドロップしていきます。画像サイズに問題がないかを確認したら、写真のレイヤーに名前を付けます。このレイヤーを間違えて編集したりしないようロックします。次にイラストを描く新しいレイヤーを作ります。スナップは今回はオフにして、ペンツールを使って線を引いていきます。異なる色を使う場合にはスポイトツールを使って先に目的の色をセットします。瞳はこんな感じです。先ほど描いた白い部分が消えてしまいましたが、これはレイヤーの順番を変更します。今描いたパスを一つ下のレイヤーに移動させると、先ほど描いたパスが表示されます。このレイヤー移動はショートカットキーでも実行できます。ショートカットキーはパスが選択された状態でファンクションキーと下矢印キーです。今回の動画では何度もこの作業が出てくるので、ショートカットキーを使った方が効率的だと思います。次に瞳の茶色い部分を作っていきます。はじめに色をスポイトで吸って、次に瞳の形を描いていきます。最後にファンクションキーと下矢印キーでパスを下に移動します。この作業の繰り返しで絵を描いていきます。ここからは早送りでお送りします。はい、こんな感じで片方の瞳が完成しました。では、もう片方の瞳も同じように描いていきます。はい、これで瞳は完成です。基本的には細かな部分から描き始めて大きな部分を描くという感じで描いていきます。ここからは一気にいきたいと思います。それでは続きをどうぞ。
はい、大体の形が完成しました。背景の写真を隠してみると、白い隙間ができてしまっているのがわかると思います。この白い部分を周りのパスで隠します。はい、隙間もなくなったようなので、イラストを仕上げたいと思います。すべてのパスをグループ化して背景の色を変えてみたいと思います。はい、イラスト画の完成です。このように写真からイラストを作ることができます。クリスマスカードなどを作ったり、フレームに入れて部屋に飾ってみても楽しいと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。今回割愛した基本的な操作方法は、はじめましてのインクスケープという動画で紹介していますので、参考にしてみてください。それではまた。